なんだあれ。今飛んだね。あ、ナブラナブラ。ナブってるな。ナブってるナブってる。おい。僕はね、新潟のサーフっていうのはね、初挑戦なんですよね。すごいワクワクしてます。それと僕がね、その遠州の釣り、遠州灘のサーフの釣りっていうのが、どれだけ通用するのか、どんな違いがあるのかっていうのをね、こう味わいながら魚と出会えたらいいなと思ってます。中越、上越、下越ね、すごく長くてだいたい380キロぐらいあるんだけど、もうポイントポイントでね、本当にいろんな魚が釣れます。いつもいたいなと思うぐらいのいい場所ですね。あれだ。なんだ？ゴンドさん。やったぜー。おめでとうございます。なんだ？だいぶね、キジハタも北上しててさ。あ、そうなんですか。すんげえ釣れてる。あ、日本海側でもそういう北上とかやっぱしてるんですね。確実にしてる。水温上がってんだよね。そうですよね。じゃあここは頑張りましょう。とりあえずイエス。何かしら出ればいいなと思うんで。そうですね、頑張りましょう。なんかさっき鳥も飛んでたんで、ベイトもいるし良さそうですね。川も入ってるし。はい。こんないいポイントなかなかないですよ。ないよ。釣れますね。水がきれい。ちょっとちっちゃい藻があるぐらいだな。やっぱそうですね。水は全然綺麗ですよね。いい感じ。すげえいい感じ。パイロットルアーだよね、最初はね。どんな海かわからないし、水深もちょっとわからないから、最初は基本的にはやっぱ浅いんで、Z サーディンっていう亜鉛系のジグでふわふわと攻めてみたいと思います。データいるのか？先発はね、今開発中のリコルドのメタルジグでいきます。だからね、本当どんな海か分かんないんで、まずは遠投してボトム取って水深とか流れとかこれでねチェックしていきます。やっぱ手前にゴミが結構滞在してるわ。沖はそうでもないけど、手前は毎投ゴミですね。ここ数日は昨日も大荒れ、その前も大荒れあんまいい状況ではないんだよね。だから結局荒れちゃってたから、今藻がこう絡んできちゃうんだけど、どうしてもそういう切れ藻が点在しちゃってるんで、ちょっといいとは言い切れないかな。ただやっとね回復し始めて、まだ水がきれいなんで、だんだん状況は良くなってるかなという気がします。あと流れ込みも大きい川はまだね相当濁ってるんだけど、小さいねこういう河川は全然もう濁ってないんで、
もう回復しつつある海って感じでね、まあ自然相手なんでね、こうガラッとこう一つの大雨で変わっちゃうには変わっちゃうんだけど、まあでもチャンスはあると思うんで頑張っていこうと思います。ちょっとやりづらいですね。もう欄干して移動しちゃった方がいいかもしれない。そうしましょうか。さっき上から見たらテトラの右側はあんまり藻がなかったように見えるんで、あの辺目指していきますか。鳥も飛んでるし、欄干していきましょう。ゴミなければ結構いいですね。でもここ打てそうですね。ここ打てそうだよね。はい。この泡のこっち側よね。そうですね。テトラギアまで来るとやっぱなんか見えますね、黒いの。ここは大丈夫そう。ジェットブレイドという今年出したばっかのブレード系のルアーです。円合金でね、ポールもゆっくり取れるし、ゆっくり攻めることができて、勝手にブレードがぐるぐる回るんで集魚効果があるかなと。なんか表層にさっきベイトがいたよって教えてくれたんで、表層パラパラってきて、もしいれば食ってくれるかなと思ってこれにしました。近藤さんがねジグで遠投しながらやってるんで、僕はジグヘッドリグで中近距離を探っていきます。もう初めてのねポイント、近藤さんはね新潟結構来てるみたいですけど、僕はねそんなに経験がないので、かつ雨跡でもう状況もリセットされてるって感じなので、こういった時はね2人で役割分担しながら探っていくのがやっぱ効率がいいですね。1人でやってる時はそうもいかないですけど、2人いるんでね、こういう時はチーム戦です。河口から離れた方がいいのかな。どうですかね。見渡す限りベイトの気配がないんで、河口はキーになると思うんですけど、そうだよね。ちょっと釣りにならないっちゃならないですね。確かに打ってみなきゃ分かんねえからな、こればっかは。ちょっとはいみたいのがすごいよ。すごいですよね。元もずくみてえなのふさふさしてるのめっちゃくっつきますよね。やっぱ自然には勝てねえな。はあ、疲れましたね。いや暗いスタート。いやはい。自然には勝てねえですよ、すぐ。そうですね。本当に先週までめっちゃ釣れたらしいです。マジですか。はいマジですか。で土日の大雨、はい大荒れ、はい一気に水温が下がり、はい。ゴミだらけ。でも読めないですよこれは。取れない。でもねサーフだからさ、やっぱ、はい一頭一頭がすごい重要じゃん。そうですね。うんそうですね。でメインラインなんかさ、はい。やっぱ僕はこのアバニキャスティング P のうんうんショアマスターの X8、はいこれを使ってるんだけど、はいショアマスターの X8 だとしなやかだから、はい。キャストした時にうんすごいよく飛ぶんだよね。うん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 で風を切って飛ばすことができる。おお、はいはいはいではい。やっぱ沖でバーナブラ立てて、うん。普通なら届かねえかなと思っても、マジ飛ぶ。へえ。マジさ風の影響受けない。はい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 だからそのはいはいはい。ナブラまで届くから、はい。釣れるじゃんね。そうですね。はい。結果が出せる。ああ、いいですね。いいです。そういうところでね、全然違うと思うんだよ。やっぱ8の魅力は飛距離ですよね。そこだね。圧倒的な飛距離。しなやかさですね。本当そう思う。はい。で、スーク何使ってるの？僕はですね、この、アーバニーキャスティング P ショアマスターの X9 ですね。ない X9 です。はい。9もいいんだよね。 9めちゃくちゃいいんですよ。僕はもうこれすごい気に入ってて、はい、やっぱ特徴が低深度なのと
トラブルレスなのと直進性が高いってところで、低振動なんでもうとにかくね 3% 台っていうめちゃくちゃ伸びが少ないラインなんで、沖でもフッキングがすごい決まるんですよ。でも僕メインがやっぱヒラメマゴチなんで、そのヒラメにしっかりかけるためにはやっぱりフッキングをね強く入れなきゃいけないし、で糸が伸びちゃうとそれが伝わらないんですよ。でただでさえ僕は結構フィネススタイルなんでサーフが少し柔らかいんですよ。ってなるとしっかりフッキングパワーを伝えるには糸は伸びてほしくない。X9 は直進性が高い。直進性って何かっていうと、その空中でこう風の影響を受けてたわんだりとか、あとは潮の流れとかでこう糸がこう持ってかれるじゃないですか。それがね持ってかれにくいんですよね。なんでこう僕やるやっぱフィネススタイルってやっぱダイレクトな操作感がないとちょっと操作しにくいんですよ。はい、なんでそういった横風強い流れの中でもルアーをしっかり操作できる、そこがやっぱ8と9の使い分けの。両方ともさホワイトじゃん、白です。白、青い空と青い海にすごい生えて、すごい見やすい。超見やすい。見やすいし、スプールに巻いた時かっこいい。はい。超映えるんですよね。間違いない間違いない。はい。あとこの X9 の特徴にトラブルレスっていうのがあるんですよ。この P ラインってキャストした時になぜか結びこぶできたりとかあるじゃないですか。あれエアノットって言うんですけど、あれがねやっぱね張りがあるおかげで起きにくくなってるんですよね。はい、なんでこうショアジギングやってるんだけどトラブルが多くてちょっと困ってますなんて方はこの X9 選んでもらったら劇的に変わるかもしれない。初心者にもおすすめです。そういうことですね。そうです。でしかも低振動で感度いいじゃないですか。魚の当たりもダイレクトですよ。なるほど。で、今まで取れなかった魚も取れちゃう。取れちゃうかもしれない。手元にもビンビン感じて。なるほど。そうですよ。もうこれが魚の当たりかっつってハマっちゃうね。ハマっちゃいますんでね。はい。そしたらもうこのねシャワーマスターの沼から抜け出せなくなるんじゃないですか。まあまあ沼がハマった人間だから。あ、そうですそうですそうです。はい。どっぷりなんで、はい。ぜひこちら側へ使ってみてください。はい。ちょっとね移動30分ぐらい走ったのかな。そうですね。はい。そうですね。移動してきました。はい。まあとりあえずここはなんかキスが釣れてるよってさっきキスのおじさんが言ってたんで、マゴチ狙いで、フラット狙いで、はい、頑張ってみようと思います。頑張ります。はい。よろしくお願いします。ちょっとここ水深があるサーフってことなんで P ラインだけ1号から08に細くしました。よりねダイレクトな操作感が得られるようにシャワーマスター X9 の 0.85 です。リーダーは22ポンドのままです。はい、まずはジグから。キス釣りの方のね情報を見ると、情報というか情報を聞くと結構ねキス手前で釣れてるよってことなんで、マゴチもねマゴチヒラメも手前に刺してる可能性が非常に高いと思います。まあ、とりあえず遠投して探ってますけど、どこにねブレークがあるかっていうのを把握したら中近距離狙いに切り替えていきます。なんだあれ。なめってる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 。なんだ届かないな。ギリ届かねえな。届かないかな。ナブラだな。何のナブラだろう。いけ、届け。届いた。うわー、くっそー、当たった。当たった。当たった。ちょっと届かねえのか。
あのナブラドンピシャで入ったんですよ。そうしたら当たったんですけどかからんかった。でも逃げてる魚もでかかったんで、マイワシっぽいですね。まだチャンスあるでしょ。ありそうですね。確かにこっち行くとゴミがやっぱあるよね。ですよね、境目ですよね、ここが。赤金にしてみますわ。赤金チャート。ちょっと風が強いんで、今 R サーディンの 30g のちょっと限定からなんですけど、こちらを使ってるんですけど、風が強すぎてちょっと飛距離が足りないのかなと思うんで 40g に変更しようと思います。おい、なんだ。おっしゃー、今度さやったぜおめでとうございます。でかっ、よし、マジか。今ちょっと外れたと思ったんだよ、ゴガンって。うわね、トリプルギリでかかってるよ。よう耐えましたね、サイズもいいしよかったー、マジで。この1本まで長かったですね。長かったよ、マジで。やいやー本当におめでとうございます。ったよ、よくぞ食ってくれたよ、マジで。でもまあ苦労した1本なんでめちゃくちゃ嬉しいです。あんだけファイトして横に走られたんだけど、ほら魚に多分体に当たってるはずなんですけど、全然傷ついてない。全然違う、普通のリーダーと。だいぶゴーになってね、風が吹いてきて、ちょうど北風になると思うんですけど、真正面から吹いちゃってるんで 40g のジグに変えました。唯一生命感のあるサード。だいぶ生命感ありますねやっとたどり着いた感ありますねだいぶ走ってきたけどね。本当ですね。なんかやっぱあそこさっき鳥飛んでたじゃないですか、で潜ってるやつもいたんですよ、鳥。あ、そう。はい。でさっき美作が突っ込んだもうこっち側じゃないですか。こういったのいいのね。いやっぽいですよね。ちょっとこっちでゴミがあるよ。あ、こっちゴミあんま良くないですね、こっちは。僕投げたところの正面はゴミないので。あ、そう。はい。こっちはゴミがある。テトラの前はあんま良くない。いやこっちっぽいですね。こういった方がいいね。向こうへ行こう。確かに釣れそうだけど。これ今飛んだね。あ、ナブラナブラナブってるな。ナブってるナブってる。どこ行った？
食え食え、食ってくれ。いやちょっとルアーが小さいか。あーなんか引っかかった。わ、ベイト引っかかった。ベイト、何それ？マイワシだ。マイワシ、20センチぐらいのマイワシ。近藤さん、マイワシ。マイワシやっぱ。食ってるのはシーバスっぽいっすよね。あ下からダーンって突き上げて姿見えないんで。うわかけた。なんだ。おお、なんだ。いやー、羽が生えてる。おおおお。あ、何？よいしょ。あざーす。よいしょ。よいしょ。なんだ？シーバス。シーバスか。シーバス。シーバスか。マジか、びっくりした。いやー、ボトムでね、ドスンってきたんでね、いや、最初エイかなと思って、でも引き方が全然違ったんで、もしかしたらヒラメかな、いろいろこう考えたんですけど、で、スー君がランディングしてくれたんですけど、あれ、大ニベ、ニベの方、中ニベかなとかって思ったらまん丸太った鈴木でした。でもね、もうボトムをかなり意識して攻めてたんですけど、かなりね、ライン信用してるんで、強引なファイトさせちゃいました。40g のね、Z サーディンにしました。今まで R サーディンでね、風に強いような形で攻めてたんですけど、Z サーディンのね、亜鉛合金でもっとゆっくりフォールさせてゆっくり攻めるっていう形でボトムを意識したら、この子が当たってくれたっていう形ですね。2日目の朝がやってきました。打って変わってだいぶ穏やかな海ですね。綺麗な朝焼けの海です。昨日もね、情報でマイワシとカタクチがいるよって話は聞いてたんで、期待したいところです。朝一ってことでね、とりあえずは Z サーディン、亜鉛合金のね、ちょっとね、ふわふわさせてゆっくり見させたいなと思って、 30g のね、亜鉛合金系のメタルジグから攻めてみたいと思います。近距離狙いでジグやっとリグにします。 MT スイマー 14g に石原ゴムシャープ90。ベイトはいるね。たまにもじるもんね。え、たまに表面プチャってやるからね。
今糸にも触りました。あ、本当。はい、一発ありそう、マジでありそう。ね釣れそうですよね。こう日本海の海ってね、すごく変化がないように見えるんですけど、このちょうどね、地形の変化、あと海の中の、ね、変化をね、波で見ることができます。波が起きるってことはその沖に瀬があるってことだから、その瀬の周りにフィッシュイーターがいたり、あとこっち岸沿いパーって見ると砂利のところと砂のところで分かれます。砂利のところほど波がきついってところは沖にその押す力があるんで変化がある。そういうところでね、何にもないようでいてちょっとした変化を探っていくと魚にこう導いてもらえるのかもしれません。表面的に見るとね、潮目とかが一番ね分かりやすいのかもしれないんですけど、なかなかね離岸流が出にくい地域だとは思ってるんで、この辺のね地形の変化からね見てもらえれば攻めるポイントが絞られるんじゃないかなと思うんで、ぜひその辺を意識してサーフゲーム楽しんでください。今にも何か起きそう、今にも何か起きそうな感じがする。よし、食ったー。よっしゃー。おお、ったわー。危ねえ。よし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 。絶対ばらさないぞ。よしよし。あ、いいサイズ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 。おっしゃー。やったー。近藤さんやったよ。およっしゃー。ナイスサイズ、ナイスサイズ、やったー。ありがとうございます。ナイスサイズ、でかいでかい。いいね。いやー、僕ね、新潟の初マゴチですよ。そうなの？はい。あ近藤さんのおかげで、僕はねポイントわかんないんで、近藤さんがねいろいろ案内してくれて、あ、教えてもらってるんでね、地元案ぐらいね。本当ね、おかげで取れましたわ。おめでとうございます。ありがとうございます。こういうね、ヒラメとかマゴチっていうねフラットフィッシュを狙うためのねスイミング系メタルジグなんですけど、これをねがっぷりハーモニカ食いで食ってくれた。これマジでいいサイズ、50後半、ワンチャン60超えたかなぐらいの、それよりもね太さがめっちゃ太くていい個体です。いやー、嬉しい。やったー。やっぱね X9 の伸びのなさ、このねフッキング見てほしいんですけど、もうね口のねこのね硬いところもしっかり刺さってる。やっぱこれはね伸びのなさのおかげです。僕はね少し柔らかめの竿使ってるんですけど、ね、しっかりフッキングパワーが伸びないことで伝わるから、こうやってねバラさずに取れる。08ですけどねめっちゃ強いんで、こんなでかいのでもしっかり波打ちがランニングまでできますから。さあよかったー。ドキドキしたー。よし、十分回復したし、いやー連れてくれてありがとうな。よし、海に帰っていただきましょう。
まあお互い連れてよかったね。いやーよかったです。サイズもいいの出たしね。いやー本当ですね。2人ともでかいですからね。なかなかね地元ではあんななんかなかなかねお目にかかられないんで、本当に嬉しかったです。いやー近藤さんのおかげです。僕はねこの辺の地域の情報わかんないんで。いや僕もやっぱ地元のアングラーさんのね意見をねアドバイスが受けて、それで今日どの辺がいいよとか、あとベイトがいるよとかって教えてもらったんでね、まあ魚にたどり着いたかなとは思うんですけどね。そうですね。地元の方のアドバイスだったり情報ありがたかったですね。本当にありがたい。本当ですね。新潟すごいポテンシャルがあって、本当にブリ釣れたりね、青物いわゆる青物釣れたり、まあヒラメもよし、シーバスもよし、フラットもよし、あとギガアジとかいろんなのが釣れるんでね。そうですね。またね機会やったらぜひなと思いますので、ぜひまた一緒にお願いします。その時はね新潟が本領発揮してるといいですね。そうですね。今回は天気にやられたんだって。そう今回例外ですからね。さすがにね大荒れの日の2日間の次の日のロケはちょっときついな。そうですね。山からやっぱゴミが相当流れてきて、風も爆風だったりいろいろあるんでね、やっぱ釣りの天気はねこのかなりさ隣接しちゃうんだけどさ、いい日に当たれば本当にいいね魚も出せるし楽しい釣りができると思うんで、これからも楽しい釣りをね皆さんやってもらって、いいタックルでいいラインで必ず取れるタックルのラインのラインを信じて投げ続ければ必ずいい釣果が引き出せるというところで、いや今日お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。